Hey guys, welcome back to my channel. Today we have a special guest, my friend Elena. Hi! 対馬イリーナです。今17歳で YouTube チャンネルを3つ持ってて、メインチャンネルと音楽チャンネルとイングリッシュチャンネルあるので、ぜひよかったらチェックしてみてください。エリーナのチャンネルでは帰国子女なりの恋愛についてどう思うかみたいな動画 Q&A やったんだけど、私のチャンネルでは将来の進路のこととか夢とか目標を叶えるためにどうすればいいのかっていう動画を、ちょうど春でこれからみんな進路のこととか将来のこと考える時期だと思うから、帰国子女なりの2人とも就職してない立場でからの意見とかをシェアできたらいいなって思って、私は大学行ったけどそのまま就活せずにモデルを続けて今 YouTube とかいろいろやってるんだけど、エリーナは今高校卒業したそうだね、9月に卒業して、一応1年早く卒業はできたけど、でもすごい。いやでもまだ将来どうするか分かんないし、自分にいくつかできる質問があると思うのね、そういう将来じゃ何がやりたいかって考えた時に、じゃあ例えば何が好き、自分が何が好きかとか何が得意か、あとは将来自分が何がやりたいかとかを考えるの。やりたい仕事でもいいし、やりたいことでもいいの。それって何でもいいと思うね。例えば緊張せずに喋ることが得意とか、YouTuber とかさ、そういうのそうじゃんとか、絵を描くのが得意だったらイラストレーターさんっていう仕事だってあるし、文章を書くのが得意ならジャーナリストさんって仕事もあるし、すっごいいろんな幅があると思うの。ただ就職するっていうだけでもいろんな幅があるし、自分でクリエイティブな道に行くっていう意味でもいっぱい幅があるから、なんかあんまりこういう風に考えなくても、なんかもうちょっとフランクに、じゃあ何が自分が好きなんだろうとか、自分って何が得意かなって考えてみるってすごい第一のステップだと思うのね。いつモデルやりたいって思ったの？モデルはね、私ファッションにすごい興味があって、本当はファッションデザイナーになりたかったの、ちっちゃい頃から。それでなんかファッションスクール行きたいってなったんだけど、なんかせっかくならなんか大学行ったらみたいな感じになって行って、で雑誌とかにすごい興味があって、雑誌読んでてすごいそういうなんかファッションを通していかに洋服をかっこよく見せるかっていうモデルの表現力にすごい興味を持ったの。だからなんかポージングとか表情とか、なんかAmerica's Next Top Model とか、そういうのタイラー・バンクスすごい見てて、なんかこういう風になんか動かしたら衣装が綺麗に見えるんだとか、そういうのとかすごい面白いし、すごいなと思って興味を持ち始めて、で東京に出てきてからモデル事務所受けて、でやっぱり最初は仕事ももちろん全然なかったし、初めはみんなそうだよね。でも大学卒業してからもすごいやっぱり両親には反対されて、モデル一本で行くのもなんか一般的な道じゃないというか、なんかちょっと違うじゃん。普通のなんか会社で働くっていうの、そっちのなんか会社で働くってなると、なんか給料がなんか毎月一緒というか、安定してるけど、そうだね、安定してるけど、モデルとかなんかフリーランスの仕事だとなんか上がり下がりが激しい。やっぱりほら安定しないから、やっぱり親も心配して、親だもんね。そう、because they want us to succeed, you know、なんか将来安定しててほしいし、心配したくないから多分反対とかすると思うんだけど、だからすごい頑張って説得したし、じゃあ家族にサポートしてもらうためにはすごいこんだけ仕事取らなきゃいけないんだなとか、余計に思ったからすごい頑張ってやっと今も応援してくれるようになったんだけど、世代的にもさ、私たちの世代は YouTube でタイアップで仕事取るって、なるほどねってなるけど、多分お父さんお母さんの世代からさ、どういう意味みたいな、どうやってそれでお金稼いでるのみたいな、おじいちゃんばあちゃんとかそう意味わかんないじゃん多分。だから心配するよね余計。今の私のおばあちゃんもお母さんと今住んでるんだよ。お母さんと義理のお父さん、like stepdad と今住んでて、2人は全然私のやりたいことになんか反対してないというか、それやりたいんだったらやってもう全然いいんじゃないってすごいサポーティブなんだけど、イリーナ YouTube 始めたよみたいな、私立もやめたよって話してたおばあちゃんもすごいなんか困ってたというか、大丈夫なの将来なのっていうのが起きてて、多分でもやっぱり今はすごいサポートしてくれる、説得したからね。でもそういう話す機会も
作んないといけないし、ね、そうだよね。だからなんか多分一回自分こういうのやりたいっていう夢があってそれだけ考えるとさすごい現実的じゃないし、周りに言ったところで親も心配すると思うの。なんかいきなり YouTuber になりたいモデルになりたいって言ってもなんか何言ってんので終わるから、じゃあそのためには今こういう勉強してるんだとか、そのためにじゃあ今こういうことを頑張って事務所探してるんだでもいいし、映像の勉強してるんだとかこういう資格取ってるんだとか、そういうことを言うともうちょっと説得力にもなるから、家族とか周りの理解にもなるし、多分自分の中でもこうもっと現実的に見えてきて、なんか頑張れるかなと思う。そうだね。なんか今の時代だからこそすごい需要のあるお仕事ってたくさんあると思うから、なんかちゃんとファミリーともコミュニケーションを取って理解してもらう努力も大事だよね。自分の夢とか目標とかよくわかんない、どうしたらいいかわかんないって迷ってる人のためになんか自分なりのアドバイスを何個か考えてきたんだけど、なんか私がこれ自分でやってる、個人的にやってる方法ですごいうまくいってて、毎日すごい効率よくいろいろできる方法があるからちょっと紹介したくてね。なんか例えば一番最初に長期の目標とか夢を考えるの、でそれってどんなにバカ大きい夢でもいい、もう超とんでもないことでもいいの。なんかアミューズメントパーク作りたいとかそんぐらいも意味わかんなくてもいいんだけど、なんか例えば自分のブランド立ち上げたいとかさ、なんかそういう大きい夢、とりあえずブランド立ち上げたいとかだったら、じゃあまずはこういうお勉強しようかなとか、こういうアルバイト、こういうインターン先行ってもっと勉強しようかなとか、なんかいろんな対策が多分じゃあどうしたらいいのってなると具体的になってくるから、じゃあ具体的に何をやってったらその夢に近づけるのかがすごい分かると思うのね。計画って全てだよね。なんかやりたいことあっても、あ、これやりたいんだってなんか言っても本当に叶わないっていうのが多いもんね。全部なんか書くのが一番大事だよね。なんか自分で整理整頓っていうのかな、言葉だけ書いてる感じ。私はね、なんかね、超分けてる。長期の夢と、あとは、短期の夢。例えば、短期って言っても今年の目標とか最初に書いて、じゃあ何月にこれやりたいとか、今年はこれ頑張りたいとか、そういうのを一回決めるので、最後にもう本当に毎日の小さな目標、今日洗濯物をやるとか、ストレッチするみたいな、そう YouTube を今日は撮って編集するとか、そういう毎日のちっちゃい目標からだんだん1ヶ月1年の目標、将来何年後の目標っていうのを決めて、じゃあそのために何をやったらいいかっていうのをちょっとずつチェックリストしていくと、もう毎日一歩ずつその大きな、程遠いって思ってた夢に近づけるから、モチベーションも出るもんね。そうなんかすごい多分いきなしなんかこれやりたいあれやりたいどうしよう、でも今お金もないし知識もないしもう私なんて分かんないってなっちゃうのね、私でもなるけど、なんか冷静に自分と自分の目標とも向き合って、タックルしていけば絶対うまくいくと思う。私はなんかちっちゃい目標とか、短期っていうのかなのは部屋のドアのところになんかリストみたいな感じで書いてるの。今月の目標はこれって貼ってて、その隣にムードボードを作ってる。写真とかあるとなんか想像しやすいもんね。そういう写真をピントレストとか、インスタとかで、撮って印刷して自分でコラージュみたいなの作って、で朝起きてトイレとか顔洗う前に必ずそれを読むようにして、なんか読むのとなんか声に出してやるの結構違うんだよね。で1ヶ月なんか試してみたのよ。どっち本当に声出してやるのか、それともなんか読むだけで本当になんだろうエフェクトはあるのかって試してみたんだけど、すごい変わった。確かにさ、自分に言い聞かせたり周りに言うことで意識変わるもんね。不思議だよね。なんか言霊っていうのかな、なんか言うじゃん、なんか言ったら叶うとか、あとはなんか周りにこういうことやろうと考えてるんだよね、こういうことやりたくて今こういう勉強してるんだよねとかっていうことによってすごい自分にプレッシャーかけて、いや本当に叶えなきゃ言ったからみたいなそう結構なんかそういうのとかも怖いけどさ、みんな違うからあれだけど、携帯になんか書くとかじゃなくて、自分なんか紙に書いた方が本当になんだろう実現するのかなって思っちゃう。絶対変わると思う、意識が自分の中で。なんか勉強する時もそうだと思うけど、なんか漢字覚えないといけない時ってパソコンで
打っても間違いない、入ってこないじゃん、うん、本当に自分で書かないと頭に入ってこないっていう頭に頭になんていうの、自分で声に出して言いながら書いてみたいな、それと一緒だよね。だから、自分でなんか紙に書くのが一番大事かなって私多分脳内整理もできる。紙に書くことによってあ、なるほどねみたいな、じゃあこれ叶えるためには1234これをやればいいんだっていう風になるから、でそれをベースに毎日の目標とか決めたら、もう1日でも超ちっちゃい目標でもいいんだよ、YouTube 撮影するチェックでもいいし、部屋の掃除をしたチェックでもいいし、携帯もうあんま使わないとか、なんか見れるじゃん、何時間使ってるかとか、普段は2時間使ってるけど、今週は1時間だけにするとかって、そういうね、ちっちゃい、そういうちっちゃいのチェックしていくだけで、あ、達成感みたいな、そうチェックする瞬間がね、今日達成できたから今日も一日夢に近づけたみたいな、でもっとやる気も出るしね。そうなんか多分、何にもなんか夢があるだけで何にもやってないと、自分もだんだんメンタルがちょっとこう、ダメになっちゃうというか、自信なくなっちゃうし、近づけないしね。そうそう、ちっちゃいことでも毎日ちょっとずつ近づくことによって絶対達成感も生まれるし、自分の心の健康のためにもいいと思うから、結局自分次第で何でも変わると思うの、自分が本気出せば絶対、できないことはないと思うから、なんかやりたいことが決まってて、なんか行動しないと何も変化ないっていうのも、なんか最近っていうか、学校辞めてからも気づき始めて、なんか常に自分に言ってる言葉はなんか英語になっちゃうんだけど、なんか be the pilot of your own aircraft. Right? I found that quote and I was like, ooh. なんかね、なんかすごくない？なんかやる気が、なんかいつもそれ聞くとき、あ、そうだね、自分で行動しないととか、自分が動かないと何も変わんないんだっていうの。そうだね。夢を追いかけることってすごい怖いことかもしれないし、なんか難しい。今でも怖い。怖いもん、本当に怖いよね。なんか叶わなかったらどうしようとか、すごいやっぱり人間心配するしさ、なんか周りに普通だもんね、それは。そう反対されるかもしれないとか怖いし、確かにすごい難しいことだと思うの、簡単なことではないと思う。これはどんな仕事に就くにしてもね、だけどなんか何をするにしても毎日自分の中で小さい目標を決めるとか、細かくやらなきゃいけないこと、やりたいことを自分で書き出してみるなり言葉に出すなりすることによって、コツコツと自分が本当にやらなきゃいけないこと、やりたいこと決まると思うから、それで結構将来なりたい自分になれるのかなって思うから、なんか今日の動画がちょっとでもそういうヒントになれたらいいなって思って、Thank you guys so much for watching. Thank you. And I will see you guys in my next video. Bye.